マイの日本語ポッドキャスト。こんにちは。マイの日本語ポッドキャストへようこそ。マイです。皆さんお元気でお過ごしでしょうか？私は元気です。はい、元気なんですけれども、最近ですね、韓国本当に寒いです。めっちゃ寒い。もう日によってはマイナス10度くらいまで下がる日もあって、うーん、なんか寒いっていうよりかはもう痛いですね。顔が痛い、耳が痛い、手が痛いみたいな、そんな感じです。はい。で、マイナス10度くらいまで下がると、体感温度はもっと低いわけじゃないですか。だから、マイナス15度とか、マイナス20度くらいになると思うんですけど、体感温度はね。そう。なので、本当に寒いのが苦手な私にとっては、超辛いです。本当に。だから外に出るたんび、震えています。うーん。まだまだね、寒い日が続くと思いますので、皆さんもくれぐれも風邪には気をつけてお過ごしください。はい。ではちょっと話が変わるんですけど、最近私が見た日本のニュースで、めっちゃ懐かしい気持ちになったニュースがあったんですけど、皆さん、たまごっちって知っていますか？もしかするとね、たまごっちって何ってちょっとわからないっていう方もいるかと思うので、簡単に説明をしますね。たまごっちっていうのは、片手で持てるぐらいのコンパクトなサイズで、卵型の機械の中でデジタルペットを育てるっていうおもちゃなんですね。で、ご飯をあげたり、あとは遊んであげたり、それからうんちとかもするので、そのうんちを流して掃除をしてあげたりっていう、リアルタイムでお世話をしなければいけないおもちゃなんですね。で、このたまごっち、発売当初は本当にすごかったんです。もう、なんかただの流行ではなくって、日本中が大騒ぎするほどの社会現象でした。で、このたまごっちが発売直後は、どこのお店でも品切れ状態で、欲しくても買いたくてもなかなか手に入らないっていう感じだったんですね。で、定価の10倍、20倍以上の値段で取引されることもあったそうです。ニュースでは毎日のようにたまごっちが話題になって、子供だけじゃなくて大人まで出勤途中にご飯をあげたり、うんちを流してあげたりっていうね、そういった様子が紹介されるほどでした。そんなたまごっちですが、実は今年で誕生から30年になるんです。1996年11月に販売されたので、今年2026年はちょうど30周年です。で、今の日本ではそれを記念した大規模な展示会が開かれたり、あとは復刻モデルが発売されたりと、とても盛り上がっています。で、この復刻っていうのがどういう意味かっていうと、昔に売られていたものをデザインや形をほとんど変えずにもう一度売ることを言います。この間久しぶりにそのたまごっちのニュースを見て、すごく懐かしい気持ちになったのでね、旦那さんにたまごっち持ってたって聞いてみたんですよ。そしたら旦那さんも子供の頃に何個も持っていたそうです。そうで、それを聞いて、なんかね、すごく嬉しい気持ちになりましたね。うん。住んでる国は違くても、こうやってね、同じ共通の思い出があるんだなっていうのが分かったので、もう本当にすごく嬉しかったですね。で、たまごっちは本当に
まさに平成を代表する存在なんですね。はい。ということで、今日は平成を感じる平成レトロについてお話ししていきたいと思います。ぜひ最後まで聞いてくださると嬉しいです。はい。で、たまごっちの話に戻るんですけれども、当時、私ももちろんたまごっち持っていました。そして、私の周りの友達もみんな持っていました。だから、こう、たまごっちあるあるみたいなものもたくさんあるんですね。はい。例えば、まず一つ目が、親任せで大惨事。うん、これは結構多くの子どもたちが通る道かなって思うんですけれども、学校に行ってる間は、こうお世話ができないので、その間は家族にたまごっちのお世話をお願いするんですよ。お母さんとかにね、ちゃんとたまごっちにご飯あげてねとか、あとはうんちしたらうんちちゃんと流してあげてねって言ってお世話を頼むんですね。で、学校から家に帰ってきたら、親にお世話を頼んでいたはずの、たまごっちが死んじゃってるっていう。それでめっちゃ怒るっていう。これはもう、あるあるかなって思いますね。そう、もう大事に大事に育てたたまごっちなのに、お母さんとかがね、もうご飯あげるの忘れちゃったとか、あとうんちいっぱいしてるのに、流すの忘れちゃったって言って、そうするとたまごっち死んじゃうので、うん、本当に私も何回か経験がありますけど、その度に怒ってましたね。はい。二つ目は、授業中に鳴り響くピーピー音。はい、これはですね、たまに学校にたまごっちを持ってくる子がいたんですね。で、たまごっちってお腹空いたりすると、こう、ピーピーって音を出してお知らせするんですよ。で、その音をオフにすることもできるんですね。だけど、そのピーピー音をオフにするの忘れちゃって、そしたら授業中、静かな時にピーピーってなっちゃって。それで先生にたまごっち持ってることバレてしまって、はい、没収みたいなね。そういったことも結構ありましたね。はい。で、ちなみに私はですね、学校にたまごっちを持って行ったことはなかったので、なので先生に没収されたっていう経験はありません。3つ目は、ドクロが出た瞬間の絶望感。はい。これはですね、朝起きて画面を見たら、その画面にね、ドクロマークが表示されてるっていうことがあったんですよ。で、そのドクロマークが表示されていると、たまごっちが病気になってしまったとか、もしくはもうすぐ死んでしまうっていう、そういった状態の時にドクロマークが出るんですね。なので、そのドクロマークを見ると、もうキューッともう胸が痛くなるんですよ。死んじゃうのかなって。そう。なので、ドクロマークが出た時はすごい悲しい気持ちに毎回なりましたね。4つ目は、うんちが原因で大体死んでしまう。はい、これはですね、ちょっとたまごっちから目を離した隙に、いっぱいうんちしちゃって、でも画面がうんちだらけになっちゃうんですよね。そうすると、その菌で死んでしまうっていう虚しいエンディングです。はい。これはもうたまごっちをやったことがある人であれば、必ず1回は経験したことあるんじゃないかなって思います。はい。私はもうすっごいたくさん、うん、あります。うんちが原因で死なせてしまったこと。はい。もうほんとに、ああ、またやっちゃったってなるんですね。5つ目は、天使になった時の喪失感。はい。これはですね、たまごっちのキャラクターが死んでしまうと、画面にお墓と、あと天使が現れたりするんですね。で、これを見ると、
子供ながらにすごく心に大きなショックを受けるんですよ。そう。で、ちょっとしばらく本気で落ち込むっていうね。はい。で、さっきも言いましたけど、私はうんち掃除忘れてしまって、こうね、何回も死なせてしまったっていう経験があるので、そう、そのたんびにね、こう見るわけですよ、お墓と天使をね。そう、その度にちょっとシュンって悲しい気持ちになってましたね。こうやって振り返ってみると、たまごっちってただのおもちゃじゃなくって、本当にその当時の子供たちの日常そのものだったんだなって思うんですよね。うん。だからこそ、今でも多くの人の記憶に残っているんじゃないかなって思います。はい。そして実は今、日本では平成レトロブームが起きています。で、この平成っていうのは平成時代のことなんですけど、この平成時代は1989年1月8日から2019年4月30日まで約30年間の時代を指します。で、平成時代の前の時代、昭和時代ですね。昭和時代が終わって、で、バブル経済が崩壊して、日本人の暮らしは次第に派手さよりも質素で自分の生活を大切にするっていう方向へと変わっていきました。で、経済的にはね、厳しい時代だったんですけど、一方で日本の大衆文化はとっても華やかで、ギャル文化やデジタル化っていうのが進んでね、とっても個性的で印象に残る時代でした。特に1990年代から2000年代初め頃が今のレトロブームの中心となっています。で、現在、日本の流行を引っ張っている Z 世代。この Z 世代っていうのは10代から20代前半の若者のことを言います。その Z 世代にとって、この時代のカルチャーっていうのは新鮮で独特な感性に移るそうなんですね。そのため、日本のレトロマーケティングでは、1995年から2005年頃のアイテムが集中的に復活しています。たまごっち30周年がこれほど盛り上がっているのも、たまごっちが1996年に誕生した、まさにこの時代ど真ん中の存在だからなんですね。当時実際に流行していたアイテムたちはどんなものだったかっていうと、まず、1990年代ですね。この時代はバブル経済の名残があって、華やかさとアナログ感が混ざった時代でした。で、たまごっちの他に、ポケットベルがあります。で、このポケットベルっていうのは、ポケベルって呼ばれているんですけれども、このポケベルは数字だけを使って連絡を取り合っていた、通信機器のことですね。で、初期のポケベルは今のように文字でメッセージを送ることができなかったんですよ。なので、画面に表示されるのは数字だけだったんですね。なので、こう人々はその数字を組み合わせて文字を作っていたんです。はい。で、これがすごい面白いので、皆さんにもご紹介したいんですけれども、ちょっとここでクイズです。はい。今から数字を読み上げますので、何の言葉、どんな意味かっていうのを当ててみてください。はい。では、いきますね。14106。もう一回言いますね。14106。これどういう意味かわかりますか？これは数字を、読んでいくと、まず1が I で4が C で10が10なので10で最後6が6。そう、これを読むと、愛してん6。
になるんですよ。つまり、これは愛してるっていう意味になるんですね。すごくないですか？めっちゃ面白いですよね。はい。じゃあ、もう一つ問題いきますね。では、また数字を読み上げます。4510。もう一回言いますね。4510。わかりましたかね？はい。これも数字を読んでいきますね。まず、4が4で、次の5が5で、10が10なので、10はとうとも読みますね。はい。なので、しごと、仕事になるんですね。すごいですよね。なので、この4510っていうメッセージが来たら、今仕事中だよっていう意味になるそうです。ちなみにポケベルからはメッセージを送ることはできなくって、メッセージを受け取るだけの機械だったんですね。なので返信がしたい場合は公衆電話などを使って相手にメッセージを送る必要がありました。ね、今考えるとちょっとめんどくさいですよね。いちいち返信のたびに公衆電話とかを使わなきゃいけなかったのでね。はい。あとですね、顔は知らないけど、ポケベルの番号だけを交換してメッセージのやり取りをするベル友っていう文化もあったそうです。で、実は私、ポケベルは使ったことがなくって、よくわからないんですね。で、ベル友ってどうやって作るんだろうって疑問だったんですよ。なので、調べてみました。そしたら、当時は適当なポケベル番号に電話をかけて、そしたら自分の番号と一緒にベル友になろうってメッセージを送ったりしてたそうです。それで相手がいいよって返事をくれたら、そこからメッセージのやり取りが始まって、ベル友になるっていうね、そういった感じだったみたいです。はい。あとは、雑誌にベル友募集コーナーっていうのがあったそうで、そこに載っている番号に連絡するっていう、そういった出会い方もあったそうなんですね。はい。なんかこれを見た時、うわ、結構リスクだなって思いましたね。だって今考えると、顔も名前も知らない相手に番号を送るってちょっと怖いですよね。そして次に、ルーズソックスとギャル文化です。女子高生の間ではソックスをクシュッと下げて履くルーズソックスというのが大流行しました。で、ギャルっていう言葉は、ただ派手なメイクをした女の子っていう意味だけではありません。大人や世間の目を気にせず、自分が好きな洋服を着て、そして自分らしく生きたい。そんな気持ちから生まれたそうです。で、当時これはとっても大きな社会現象でした。で、ギャルの歴史って本当に深いんですよ。で、ちょっとこの話は長くなっちゃうので、このギャルについてはまた別の回でゆっくりお話ししますね。そしてアニメ黄金期です。セーラームーンやエヴァンゲリオン、スラムダンクなどが放送されていた時代でした。それから音楽では安室奈美恵さんがとっても人気でした。で、彼女のスタイルは日本中に大きな影響を与えたんですね。で、この現象をアムラー現象って言うんですけど、1995年頃、安室奈美恵さんが日焼けした肌、茶髪、細い眉、ミニスカートに厚底ブーツというスタイルを披露して、それを中高生の女の子たちがみんな真似をしました。で、その彼女たちはアムラーと呼ばれていました。そして2000年代はガラケーとデコ文化、そしてインターネットの普及によって自分らしく飾る文化が盛り上がった時代です。
じゃあ、まず最初にガラケーから、説明しますね。ガラケーっていうのは折りたたみ携帯のことで、ガラパゴス携帯電話の略でガラケーと呼ばれていました。で、なんでガラケーっていうかっていうと、日本だけで独自に進化した携帯電話を特別な進化を遂げたガラパゴス島に例えてそう呼ばれていたそうです。そしてストラップをたくさんつけるのが定番でした。で、私もガラケーを持っていた時、本当にすっごいたくさんストラップつけてましたね。で、もうあまりにもたくさんストラップをつけすぎて、ガラケーよりもストラップの方が重いっていうね。そう、そんな時もありましたね。だからもう電話をかけるたんびに本当に重くて大変でしたね。そして次にデコ電です。で、このデコ電っていうのが何かっていうと、携帯電話をラインストーンやシールで派手にデコレーションした電話のことを言います。次に iPod です。MD プレイヤーから MP3 へと移行した音楽の革命期でした。で、私も iPod を誕生日プレゼントに買ってもらったんですけど、それまで MD プレイヤーで音楽を聴くのが当たり前だったんですね。なので、初めて iPod を見た時に、もう本当にちっちゃくって、すごくコンパクトで、めっちゃ軽かったんですね。で、当時は、え、こんな小さい機械の中に何百曲も入るのって、本当にすっごい衝撃でした。そして音楽では浜崎あゆみやモーニング娘。などアイドルや女性ソロアーティストの全盛期でした。はい、本当に音楽もすごかったですね。当時私はモーニング娘。にすっごいハマってました。だからもう本当に毎日毎日モームスの曲もね、聴いていましたね。懐かしいです。そして2000年代前半に学生を中心に大流行したのが全略プロフィールです。この全略プロフィールっていうのは自分のプロフィールをインターネット上で公開できるサービスのことを言います。で、当時の若者の間では全略プロフって呼ばれていました。で、この全略プロフはニックネームや住んでるところ、あとは職業や学年、そして身長や体重、趣味、好きな食べ物、好きな飲み物とかね、そういった情報を公開することができました。そして全略プロフではギャル文字を使うのがトレンドとなっていました。で、このギャル文字が何かっていうと、カタカナや記号を組み合わせた文字のことですね。その他にもポエムを書いている人もたくさんいました。もうね、当時ポエム調の文章がすっごく流行っていたんですね。で、例えばどんな文章かっていうと、愛してるって言いたい。でも言えない。もし言ったら、今の関係が壊れそうで。だから今日も何も言わずに、あなたからのメールを待ってる。みたいな。恥ずかしい。もうね、これ今読んでるだけでもめっちゃ恥ずかしいです。そう、もうこういうことをみんな全略プロフに書いてたんですよ。そう、あとはね、好きな男性のタイプっていうのを書く欄もあったんですね。で、その、好きな男性のタイプのところに、彼氏、彼氏への思いを書いてしまうギャルがたくさんいました。例えば、だ一筋、他の男いりませんみたいなね。そう、このだっていうのは、ダーリンの略ですね。だからもう、ダーリン一筋。もう、彼氏だけ愛してますみたいなことですね。そう、もう本当にこんな感じで、今見ると、本当に恥ずかしすぎることをみんな書いていたんですね。
なので、全力プロフイコール黒歴史って考える人が多いんですよ。で、この黒歴史っていうのがどういう意味かっていうと、恥ずかしい思い出、あとは思い出したくない過去のことを黒歴史って言います。はい。で、この全力プロフは2016年にサービスが終了したんですよ。だから、この全力プロフのサービスが終了するって聞いた時、悲しむ声よりも、やっと黒歴史が消えるって安心した人が多かったです。あと、2000年代の日本を象徴する SNS といえばミクシーです。ミクシーは日記を書いたり、コミュニティに参加したりして、普段の自分とは少し違う自分でいられる、そんな場所だったんですね。で、ミクシーは最初は誰でも入れるわけではなくって、すでにミクシーを使っている人から招待メールをもらわないと登録できないっていう仕組みでした。そしてミクシーには足跡機能という機能がありました。これは誰が自分のページを見に来たかっていうのがわかる機能です。で、この足跡機能はね、本当にいろんなドラマがありました。例えば、好きな人のページにね、その好きな人のページを見に行って、で、自分の足跡がついちゃって、で、どうしよう、足跡残っちゃった、バレたかもっていうね、こういったちょっとドキドキを味わったり、あとは逆に、その好きな人がね、相手が自分のページを見に来ているのを見て、で、え、もしかして私のこと好きなのかなって、そう、期待しちゃってね。で、ドキドキしたりっていう、そう、そんなね、ちょっと素敵なドラマもありましたね。はい。で、この足跡をつけてくれた人のページに、お返しで訪問する足跡返しっていうものもね、マナーみたいになっていました。それから友達同士でプロフィールに紹介文を書き合うっていう文化もありました。例えば、私の親友の舞ちゃんは本当にいつも楽しくって本当に面白い人です。みたいな、こういった文章ですね。はい。で、この紹介文がどれだけついているかっていうので、その人の人気度が分かったりもしたんですね。はい、本日はですね、平成レトロについてお話ししました。いかがでしたか？私自身、平成生まれなのでね、今回話したことは、ふわー、懐かしいって気持ちになりながら振り返っていました。はい。もう本当にたまごっちにね、ご飯あげたり、うんち流したりとか、あとはミクシーの足跡をドキドキしながら確認したりっていうね。うん。もう本当にいろんな思い出が平成にはありますね。うん。なんか今の時代と比べると、もしかしたら少し不便な部分もあったかもしれません。うん。でも、その分、人とのつながりをすごく感じられた時代だったかなって思いますね。うん。で、ね、時代はどんどん流れていって、そしてデジタル技術っていうのが本当にすごく進化しましたよね。でも、誰かと心を通わせたいっていう気持ち、そういう気持ちは昔も今も、そして国が違ってもね、きっと同じなんじゃないかなって思います。皆さんには絶対に忘れられない懐かしい思い出って何かありますか？もしあればぜひコメントで皆さんのエピソード聞かせてください。はい、それでは本日も最後まで聞いてくださってどうもありがとうございました。また次のポッドキャストでお会いしましょう。バイバーイ。